ナミさんお疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりの種目のマックス練習いかがでしたか？めっちゃ疲れた。やっぱりあれだね、クロスフィットやってるけどそのスタミナとは違う疲れですね。じゃない。どういった感じに違いますか？一本に回数はやってないけども、一本に集中する精神的な疲れもあるのかな。あんなにでも負荷かかんないもんね、クロスフィットでそこまで体の芯まで乗る100キロ以上乗るような筋力感っていうか、なんだろう、コアまで全部使う飛びくる感じしかももう昨日からね、久しぶりだったじゃない、ウェイトリフティングするのが、結構昨日の夜から緊張してちゃんと眠れました。朝もなんかもう逃げようかと思って不安になってじゃあもう今日ケビを使おうかと思ってケビを使って休もうかと思った。ワンレップへの緊張感みたいのがなんか久しぶりにやっぱこれだわウェイトリフティングと。楽しかったですね。今日は引退されたのが3年前あれ、東京21年だから4年前。もう4年前だ。4年ぶりの85の 95? やった。しかもあれですよね、体重今どれくらいでしょう？多分61、2キロだ。61、2キロ。あれですか、体重自己新ですか？体重自己新かも。そうじゃない？人生ベストですか？人生体重人生ベスト。体重人生ベスト。で、今33だけど34になる。あれ？年。安藤さんの一つ上ですか？あんちゃんの1個上か。安藤さんより1個上で、ここで体重ベスト出しちゃう。すごいですね。なんか僕も勇気もらえますで、久しぶりにこのようにマックスのトレーニングされると思ったきっかけは何ですか？実はウェイトリフティングの試合に復帰しようと思って。じゃあウェイト選手復帰ってことですか？現役復帰リフターとしてもう一回活動しようかなって今年は思ってます。4年ぶりに現役復帰。そう、試合に出ようかなって。レディースカップに出たい。じゃあレディースカップの、基準記録取るために、はい、東京都大会にエントリーしました。めっちゃ緊張する。3週間後です。3週間後。ちなみにその復帰しようと思ったきっかけは何ですか？きっかけはクロスフィットやってどんどん元気になってきちゃって、あれまたできるんじゃないかと思って。なんかもう現役の時よりなんか体なんかマッチョになってますもんね。マッチョになってる。なんか動ける体になってきてる。現役の時もでかかったっすけどね。そうだね、状態系リフターだったけど、なんか糸数さんぐらいありましたもんね腕とかあった太かった。でもなんかただ太いみたいな感じだったけど、なんか結構メリハリもついてきたかな。やっぱこう動きながら筋トレをしてるような感じじゃない？クロスフィットみたいなハイボリュームの筋トレって、今までやってこられる、ウェイト選手の時はあまりやってなかった感じですかね？やってはいたんだけど、なんか違いますよね。なんか重いものを持てばいいみたいなところはあったけど、今はこう自体重を操りながら心拍を上げて、こう体のバランス考えながらいろいろトレーニングするから、すごく自分の体の使い方とか考えさせられるかな。なんかその体のコーディネーションとか、そうあとはウェイトリフティングもこう一発ガッて力入れるけど、こうずっとグーって力んでると上がらないじゃない、そういうのをクロスフィットの中で入れどころ抜きどころみたいなところもう結構またこう養えるようになってきたかなって思うんですよ。クロスフィットも確かにずっと全力でやってたらバテますもんね。バテんのよ。だから最初クロスフィットさ、去年の千秋と試合の時、最初からかっ飛ばしてバテてがあれ初戦でしたけど、なんか息してませんでした。息してなかった顔真っ白になって息できてなかったですねってなってたけど、なんかね、そう動き続けることがリフターに必要ですかって言われると、私は必要だと思うんですよ。今の私はそう言える。
まあ、ちょっとやらなさすぎてるところがあると思う、ね、あると思う。みんなにバーベルだけの練習にこだわったりとか、その1回のマックスに対してもうはぁっていろんなやばいちょっとテーピングがずれたとかさ、わかる、今日なんかベルトの締まり悪いかもしれないとか、そう今日ちょっと手がむくんでるなとか、なんかこう理由を探すでしょ。細かいことをそう、めっちゃ繊細じゃないですか、リフターって、とかね、そういうのも全部なくなるのね。もうだからね、いいと思ってね。ウォットについていけるようになったし、ウェイトリフターの時、気にしすぎていた部分もなんかなくなったって感じです。なくなった。いい意味でね。いい意味でね。度胸もついたし。筋力もなんか、筋力。最近背中すごいですもんね。写真とかも。なんかボコボコになっちゃって。だって、なんか迫力、なんか 3D ですもん。なんか壁のこうなってる。ただみんなにさ、言われないと気づかなかったんだけど、言われて鏡見たらボコボコになってた。ブロッコリーだったね。ブロッコリーって呼ばれてる。ちょっとその背中が、現役の時より背中でかくなった秘訣とか何ですか？なんだろうなと思ってて、2つあると思って、クロスフィットの中の逆立ちと多分鉄棒種目じゃないかな、体操だ、ジムナスティックだと思うんですよ。あとね、あんまりベンチプレスってやらないじゃない。私もベンチプレス好まない、けどクロスフィットでこうバーピーとか、こういう動作が多いからこうナローの幅でベンチとかやるんですけど、なんかそうすると意外と背中と前のこうバランスが取れて、逆にこうディップとか安定するかなと。へーなんかクロスフィットやってて、ウェイトやっててよかったって思う瞬間ってなんかありますか？でもこのクロスフィットの中の重量の設定は多分やってない人からしたら女性、重いと思うかもしれないんですけど、まあ私その重さで抵抗があるものはない。まあ基本ナミカさんが昔アップで扱ってた重量ですもんね。基本クロスフィットでハイレップやらなきゃいけないものって。そうけどあんな状況でこうバーベルに向き合うってことはもう最初なんてことするんだってなんてことこうもうなんだろうな、言ってしまえばなんだろう、私たちもなんかこのウェイトリフティングってもう職人技っていうか芸術じゃないですか。こだわり抜いてこう握って持ち上げるのにもうわけわからん状況でもうぐちゃぐちゃになりながらやったりするでしょ。まあその疲れてるからフォームも雑になりますもんね。そうで最初はもうこれはウェイトリフティング冒涜やと思ったんですけど、あの状況で触ることによってすごい逆にいろんなテクニックを考えるわけ。今自分がここがこう疲れてるからお尻高くしようとか、早くやるためにこうしようとか、今ちょっと背中優位にこう足優位にこうとか、こう前後のさウォットとかで考えたりしながら、で握り方はこうしとこうとか、手幅はこうしようとか、あの中で考えて効率のいい動きをやるっていうのがめちゃめちゃ面白い。だからそれが多分逆輸入でウェイトリフティングに生きると思う。確かにそのクロスフィットでやる時の種目とウェイトのマックスやる時の種目のフォームってなんか別物として考えた方がいいって言いますよね。そう、絶対別。だから皆さんクロスフィットの皆さんがこうワンレップ上げたい、だ底上げして普段の重量、ボットの中の重量軽くなりたいっておっしゃるけど、多分ここのテクニックとワンレップは全く違うから、これはワンレップのための練習をしないと。もう別競技。だからワンレップがフォームが出来上がって崩せれたら一番いいんですけど、最初がこうベースがこういろんな上げ方やらなきゃいけないのから始まると、こうワンレップは難しいんじゃないかなっていう。なるほど。でもただクロスフィッターの方の背中のつき方って半端ないと思う。みんな引き強いイメージですよね。ハイサーチハイクリーンとか得意だし。そうだからね、それ今はね、私もそれ結構ウェイトリフトに生きるんじゃないかなって思ってる。
で今後はその今から3週間あるじゃないですか、ちなみに種目は今どれぐらいの頻度で練習できてるんですか？正直今日もだっていつぶりだろう、1年半年ぶりぐらい、半年3ヶ月ぶりぐらいやったからね。あ、そうなんですか。それで85の急にできちゃうんですよ。現役の時さ、明日85スナッチやるぞと思ったらすごい準備してたもん前の日、いや俺じゃあ疲労が溜まってしまうとか言って、疲労が溜まってしまうとか言って、私はもう昨日も全然マッスルアップめっちゃ練習できたし、それでもいけた。まあじゃあ全然万全なコンディションではないけどできちゃったみたいな。できる。へえ。じゃあ今からじゃあ3週間あるじゃないですか。なんかこの都大会に向けてやりたい練習内容とかなんかプランとかあったりしますか？今日やって思ったのは引き慣れてないなって思った。引き慣れてないので、デッドリフトとスナッチのハイプルぐらいかな。スクワットは嫌いなのなるほど。スクワットはほどほどにいいかな。フロントを1回ぐらいちょっと重たいなって、あとディップやったらじゃないですかね。週何回ぐらいで練習されるんですか、種目は？じゃあこれから現役復帰ですもんね。現役リフターとしてこれから種目は何回、週何回、月何回とかでもいいですよ。でも月2やれたらいいじゃないですか。月2か1っすね。であとはもうクロスフィット。クロスフィット。クロスフィットも週今6ぐらいやってる。やば。まあ力は落ちないですもんね、絶対。そんだけやってたら。そう落ちないと思う。瞬発も落ちないと思う。へえ。ただリフティングワンレップのためのこの重量慣れはやっぱりちょっと必要ですよね。ね、今までどれだけ一発やるのに環境が整えられてたんだなと。恵まれてた。恵まれてたんだなと思うんですけども、あれですわ。まあクロスフィットで元気になったじゃない。現役の最後ってさ、腰痛かったじゃない。そうだ、結構現役の時に怪我が多かった印象なんですけれども、それは今大丈夫なんですか？最後はすごい20後半をずっと疲労骨折大量にあってですよね。で最後のアジア選手権もね、歩けないぐらいだったよ、腰。注射打ちまくりで、多分肩もどっちか切れてるんですけど。だけどね、元気になったクロスフィットだったらもう一回体作りできて。じゃあ今腰とか股関節とかもそれが痛くないんですよ。痛くないのよ。じゃあ今日もダメージないっていうか、今日のリフティングのダメージ、でも疲れたでもない何かが痛くてかばってっていうことがなくなったから、それかも。それが一番今ハッピーなのかも。あれクロスフィットやろうかな。みんなね、ただきついだけでしょって言ってるけどね。いや、ウェイトリフターはやっぱそうなりますよ。私もハイジャンプがそもそも嫌いでこの競技に走ったみたいなとこありますから走りたくもないし、私もそうそうです。だって私もね、最初この YouTube 企画で始まりましたけど、クロスフィッターへの道、3回断ってるからね。3回も断ってる。3回断ってる。もうだけど毎晩、お電話いただいて、ガラクシップス説得されて、やろう今だよみたいな、変わろうって言って、すごい。そこまで説得しよう、情熱的に説得された佐藤さんもすごいですね。そうだね、佐藤さんに感謝ですよじゃなかったら今生きてないですもん、自分。そんな1年後にクロスフィットのコーチやってるとも思わなかった。すごいっすね。そしてこうやって布教してるんでしょ。佐藤さんの敬願ですね本当にありがとうございます。でもそうだからレディースカップに出るじゃない。で来年は全日本も目指したいね。全日本選手権出れたら出れて、一回こんなにウェイトリフティングがっつりやってた人がもう一回楽しそうにやってたら、そうっすね、みんな元気になるかなと思って。スナッチ、多分私ね、スナッチを3桁試合で取れなかったことが多分心残りなんだと思う。どっかで。だからね、100取りたいよね。100の105とかですか？100の100でもいい？ 100 の95でもいい？なんでそんなジャンク弱い人？100の95でも、もう私はあれじゃない、オリンピックとかじゃないから別に嫌いなクリーン頑張んなくていいんでしょ。なるほど。スナッチだけ
スナッチだけでもと思うんですけど、どう思いますジャムさん。まあいいんじゃないですか。あとみんなにもう邪悪危険してもいいんじゃないですか。で一回トータルだけ残しててトータルだけ残して、はい、でももういいんだよ、順位とかそういうのも気にしない、選考も気にしない。もう別にあれですよね、世界大会とか狙ってるわけではないですよね。ただウエイトリフティング楽しいよってなるほど。やりたい。あとこの今これがっつりクロスフィッターとして活動されてるじゃないですか、でなんか結構リフティング界とクロスフィット界で違うのが、なんだウェイトリフティングはオリンピックスポーツであって、結構皆さん学生とか学校の先生が指導者もあることで、結構コンサバ比較的その硬いじゃないですか。教育の現場って感じ。はい。でもクロスフィットはどちらかというとがっつりフィットネス業界、もう本当にもうそれこそ今ルッキズムの時代って言われてるじゃないですか、結構そういうのすごい気にされながらトレーニングされてる方がもうほとんどだと思うんですよ、クロスフィット界だと、そこの違いに対してなんか動揺とかなんていうんですかね、抵抗とかあったりしましたか？でも最初はそうですよね。もうそっちのね、ウェイトリフティング業界でずっといた人間だったんで、でもこうやってラフにウェイトリフティングを楽しんでる方がたくさんいらっしゃることをこっちに来て知って、もう全然今までそこでかなり閉鎖的にいろんなことをこうじゃなきゃいけないとか、こうアスリートはこうあるべきだ、ウェイトリフターはこうあるべきだっていうのでいたんだけど、こっちに来たら全然なんか全部開けた、開放的になったし、こうバーベルを見て思い詰めることはなくなったかな、なくなったし、もうこんなに楽しんでくれてんだと思ったら、こう自分が人生たくさん時間かけてきたことが全部肯定された感じがして、もう髪もピンクになりましたしね。これルッキズムのねこれルッキズムのもうこれもねなっちゃっていきなりぶっこんでくるがモテたい。いや、髪のピンクはモテたいだけ。モテたいなるほど。いや、それ結構やっぱり僕思うのが、これ僕男性がこういうこと言うのはちょっとキモいかもしれないんですけれども、結構海外の選手それこそもうすぐお隣の国である韓国とかの、全国大会撮影しに行くと、みんなもうがっつり試合用のメイクとかあるんですよ、試合用のそのピアスとかアクセサリーとかあって、それこそ世界選手権行ったらコロンビアとかの選手、最近アメリカの選手も増えてるんですけど、みんな特別仕様の試合のためのメイクって感じで、で僕は女性じゃないんでそういう気持ちはわからない、感じたこともないんですけれども、この試合に向けてメイクをがっつりすることによって気合の入り方が違うらしくて、それによって自分のモチベが上がるみたいな、あれですかね、デートのためにおしゃれするみたいな感じなんですか？わかんないんですけど。でもそうだと思いますよ、だってジャムだってさ、試合の時とかさ、試合の時だから重いのやる日はさ、このパンツ履こうとかないですか？この靴下にしようとかさ、この T シャツにしようとか、今日はこの釣り体にしようとかありますね、確かに。でもそれの多分延長線で、そう私も思うけど、この日本のウェイトリフティングの試合、髪は黒じゃなきゃいけないとか、ピアスは良くないとか、ピアスがしてればチャラいとかね、爪やったら遊んでるとかねそうなんですかね、ってね思われがちだけど、日本のそのスポーツ、そうじゃなくてやっぱり公の場に人前に出るでしょ、もっとどんどん華やかにしていった方が絶対にいいと思うんだよね。ウェアもそうだし、そもそも見られるのが大事ですよね、スポーツって。どのスポーツもですけど、応援されないと競技スポーツは発展しないから、じゃあもっとエンタメにしていかないといけないですよ。だから今度ね、私ね釣り体も新しく作って、ピンクなんですか？何色かは当日のお楽しみです。これピンクだな。これピンクかもしれない。安藤ミキティに負けないぐらいの。去年の安藤さんの釣り体はすごかったです。フィギュアスケーターかと思いました。あれ、競技間違えてる。でもあれはあれで面白いんで、ああやってみんな個性出しておめかししたらいいんだって。
晴れの舞台だからみんなおめかししていいと思うんです。なんだろうな。そうですね。なんかもっと華やかな感じ。なんかみんなそう写真も綺麗に写れて、新聞も綺麗に載せれて、嬉しい、いいことなんじゃないんですかね。そう。絶対そうだと思うんですよ。もうちょっとみんな扉開けてこ。本当に。風通しよくしていきましょう。オリンピアンの方がそういうことを言うのが結構大事だと思うんで。一回やっぱ自分が経験してきたし、女性だからこそ、いろいろそういうことはもうみんなに積極的に言っていきたい。ウェアもそうだし、見た目もそうだし。ね。そうですよね。みんなでウェイトリフティング注目してもらえるようにやっていかないと。じゃあ最後に都大会の意気込み聞かせてください。うわー、なんかさ、すごいね、これ。なんか、あれみたい。6本成功6本成功。6本成功。トータル、レディースカップの標準記録を切って、トータル180目標で。いや、絶対できます。できる、はい、来てくれるちょっと高い。いや、もう撮影に行きます。よろしく。某、スクワット先輩も、そうや。来るかもしれないと聞いてるので。都大会がオリンピアンで、いっぱいになるんですよ。オリンピアンでいっぱいですね。都大会、ちょっとあれですね、面白い。糸数も多分いるから。それ審判じゃないですか。審判で審判じゃないですか。オリンピアンが審判で。でもオリンピアンはオリンピアンですもんね。なんで今年はクロスフィットも全日本を目指します。クロスフィットもジャパちゃん。そうだから来月は都大会の前にここで超人グランプリやる、ガールズグランプリやって、次の週都大会で、その次の週から3週間ジャパンチャンピオンシップの予選。きつく多分ね、私ね、やばいと思ってお酒も抜きます。今ちなみに僕が以前ナミカさんインタビューされた際に、酒は週8で飲んでるとのことだったんですけれども、今は週何回くらいですか？そうだね、週3。まあ3、4、たしなむ程度ですけど。はい。浴びるほど飲んでたんですよ。浴びてはない。前はどれくらい？前はもう、溺れてた。お酒に溺れてましたけど。でも、もう太らなくなったね。ある程度のカロリー制限もできるようになったし。なるほど。いや、今日はトレーニングお疲れ様でした。ありがとうございました。都大会とレディースカップ頑張ってください。はい。じゃあ、また。よろしくお願いします。